Meshtabi Season 4 Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Aomori Hirosaki Kaiwai 10 des. それでは早速 Let's get it started. 1. Gosho Gawara Ganso Shijimi Ramen Wakayama. 太宰治の小説に登場した黒いダイヤと呼ばれる13個産の大和しじみを使用した元祖しじみラーメンをいただきにはるばる参上。青森市内から1時間ぐらいかな。でもさ、13個って言うけど1個しかなかったよね。そうなんです。13個とは13の河川が流れ込んでいるので13個と呼ばれているんだそうです。海水と淡水が混合した汽水湖で大和しじみの生息する自然豊かな湖ですって。13もの川が、そうなん？そりゃ誤解されるよね。知床5個は5つの湖でしょ。次男なのに一郎みたいなさ、松井は阪神ファンで巨人嫌いみたいな。話ごっちゃ。優しい美味しいしじみスープがいただけます。しかしながらこれメインは麺でもしじみでもなく優しい塩スープじゃござんせんか。そうね、この優しい塩味スープ、そうね、この優しい塩味スープ美味しい。決して特別なものではありませんが、そうだね、思いっきりしじみ口で言ったから最初はあれってなったけどね、思ったほどしじみじゃないんだよね。でもしょっぺーのやニンニクプンプンの腹立つ感じじゃない安心のやつ。予定に余裕のある方はぜひ。ラーメンも美味しいけど北海道に負けない大自然の絶景が最高のごちそうね。帰り道のあまりの絶景に思わず踊っちゃった。 2. Hirosaki 3 Bridge. 弘前駅から歩いて約 7,8 分のところにございますスリーブリッジさん。かなりの路地裏だよね。ああ、3本の矢ならぬ3本の橋ってこと？近くに橋あったっけ？あれ見なかった？お店の横のお宅の表札。え、見てない。三橋さんってかかってたよ。あ、三橋道也さんか。俺北海道出身じゃなかった？確か上磯だよね。違う。三橋さんはスリーブリッジでしょ。あ、なるほどね。ブリヂストンみたいな。ブリヂストン？ブリヂストンの創業者石橋正次郎さんさ。石橋さん？石はストーンで橋がブリッジだからブリッジストーン、ブリヂストンってこと？ That's right! 正次郎さんは17歳で家業を引き継ぎ、旅屋からブリヂストンを1台で築き上げたんだぜ。旅にゴム底を貼り付けた直旅事業で一気に成功を収めたのさ。直旅でゴムを扱い始めてタイヤ屋さんになったの？人だけじゃなくて車にもゴム履かせたってわけね。でタイヤじゃなくてパンよ、パン。このアップルパイむちゃくちゃ美味しいんですけど。我々アップルパイには目がないですからね。はい、リンゴの酸味甘みが絶妙。パイのパリッと感とバターの香りも最高。これベストアップルパイ更新じゃない？そうだね、間違いなくナンバーワンアップルパイだね。3. Gosho Gawara Bonju Road. 五所川原にございます巨大ショッピングモールエルムさんにありますお菓子やシェイクのお店。ダジャレっぽい名前が気に入ったので採用。なんとこちら弘前ではアップルパイで有名なお店だそうですよ。そうなん？聞いてないよ。やっちまったな、アップルパイあったんだね。アップルパイは次回ね。リンゴ果汁がさっぱり爽やかでいいね。リンゴの果肉の食感も楽しめるシェイク。ボンジューロー、ボンジュー、ボンジュー、ボンジューロー。正しい発音はわかりません。Bonjour. ボンジュー。ボンジュー。 4. Today's Aomori Katsu Curry Hara Shakudo. さあ、カツカレーも久々の海峡渡り楽しいですね。どさんこにしてみりゃ海外旅行気分でございます。開店と同時にドドッとランチタイムの働き者たちが集まってますね。メニューを見れば中華そば690円、カレーライス650円。これいいっしょね。随分と昔のメニュー見てるみたい。これくらいでやってくれているお店が近所にあるのはありがたいわね。ねえ、甘噛みが半端です。つついうまそうなカツカレーでしょ。
ょ。美味しそこれはね、スプーンを口に入れる直前ににやりです。う。にやり？煮干しの香りがプーンとしてきてさ。煮干し？カレーで？そうさ、これは楽しいですね。好きですね、こういうの。ラーメンが煮干し中華そばだから同じスープで作ってんだろうね。これは初体験の味。好き嫌いは分かれるかもしれないが、非凡でおじさんは好きですね。3回食ったら癖になるタイプじゃないかな。それ一番ハマるタイプ。ランチ時ってことでカツは揚げ置きになるのがちょっと残念だけど、とってもスペシャルなカツカレーでした。5. Namioka. Toge no Chaya. 通りすがりでなんとなく立ち寄ったこちらのお店、お蕎麦もとっても美味しそうなんですけどね。超満腹なのでこれで我慢。草団子ですね。予想外の美味しさに驚きでした。甘すぎないたっぷりなあんこをよもぎで包みきな粉をまぶして仕上げ、なんともありそうでない独特のお団子でしたね。これめちゃめちゃ柔らかくって赤ちゃんのほっぺ触ってるみたいだった。次の日に食べても硬くならない不思議なほわほわ団子。こりゃついつい寄ってしまいますメーカー。お土産にもいいね。お土産に欲しいやつっす。6. Hiro Saki. Iwaki Tenbo no Yu. 桜の百貨店の上階にできたフィットネスクラブと併設の温浴施設。これ去年来た時はなかったよね。多分ね、できたばっかりなのかな。いや最高でしたね。サウナがめちゃめちゃ広くてさ、初めてですよ、サウナに寝て入れるサウナに寝て入れるってスタイル。寝転びサウナすんごい。期待は女子サウナ空いているからちょいちょい勝手に寝転んじゃってるけどね。こら行儀悪いぞ。いいわね、寝転びサウナ。女子はそもそもサウナがなかったのよ。岩盤浴だけ。なに、そりゃ不公平だね。でも岩盤浴ってそもそも寝転びサウナじゃね？まあそうだけど温度がねちょっと低かったかな。でも外気浴スペースにも宇宙にも寝転ぶ場所があっちこっちにあって超リラクシングしちゃう感じ超でしょ。すんごい贅沢な作り。この風呂がついてるフィットネスはいいわ。弘前に住んでたら速攻入会してるね。なんとこのフィットネスはフルタイムで月額1650円。安すぎない？嘘っしょ。このお風呂込みでそんなの絶対買いになるっしょ。だよね。調べたら風呂はやっぱり別みたいなんだよね。だけどフルタイム月額1650円のジムってめっちゃ行くね。そしてこれ苫小牧にもあるんだよね。マジで？温泉も？苫小牧店に併設されているのはなんとハードオフだ。関係ない。7. Hiro Saki. Ringo no EA. リンゴ公園にございますこちらのレストラン。見てください、見渡す限りのリンゴ畑。岩木さんが凛々しいっすね。 9.7 ヘクタールの敷地に80種約23,000本の片言の外国人か。約2300本のリンゴが植えられております。こちらではリンゴ摘みが体験できちゃったり、リンゴにこだわった商品が並ぶお土産コーナーや軽食、喫茶コーナーがございます。はい、なんとこちらの軽食コーナーですごいものがいただけるということでやってまいりました。はい、これリンゴカツカレー。カレーにリンゴって普通じゃねって思ったでしょ。思った。こちらのリンゴカツカレーはなんとカツがリンゴカツなのです。リンゴカツ？さ、なんととんかつの間にリンゴを挟めちゃったリンゴミルフィーユ状態カツなのです。全然想像つかない代物よね。ちょっと恐怖も感じる。ところが結構いけましたね。これカレーは人生で何度も味わったような安心するタイプの This is the Japanese カレーって感じ。確かにすりおろしじゃなくてリンゴがゴロゴロ入ってたけど違和感なし。酢豚のパンより全然いけたね。カツに挟まったらやっぱカツカツに挟まったリンゴも全然違和感なく美味しくいただけました。今度はリンゴ摘みだね。摘んじゃう。 8. Hiro Saki. Hikoan. 弘前りんご公園近くにあるお蕎麦屋さん。通りすがりに偶然見つけたお店です。遠くは姫路ナンバーの方もいらしてましたね。こちらの店主さん、昔バンドをされていて音楽の道を目指したとか。
あれま。地元では有名な方らしいわよ。誰かさんと一緒ね。あれ、おじさん蕎麦屋はやったことないよ。で、そうじゃなくて、音楽を諦めて第二の夢が蕎麦屋を開くことだったんだそう。おお、それからどうしたの？東京ニューヨークで修行の後、今のお店をオープンされたってわ。ニューヨークで蕎麦？そりゃさぞかし稼がれていたんでしょうね。そうね。海外で働く日本人料理人たちのギャラ聞いたら飛ぶわよね。おじさんの音楽仲間でもニューヨークでも寿司職人とかいるもんね。あ、大抵年収1000万は超えてるね。まったく羨ましいぜ。こちらは完全自家製粉で石臼の粗挽きによって歯触りと風味が際立つお蕎麦がいただけます。その日に使う分、引き立て、打ち立て、茹でたてのこだわりが感じられる平打ちのお蕎麦。かき揚げもうまそう。これはマジでエアリーかき揚げ。いいお蕎麦屋さん見つけた。リンゴ公園すぐそばなので、リンゴカツカレー帰りにぜひどうぞ。なんで9. Aomori. Asari. お久しぶりのあさりさんです。駐車場はジェムティの車で溢れてますね。並びも出ております。でも運よくすんなり入ることができました。ついてたね。グリーン入ってからすぐ行列になってたよ。ラッキー。待ってる間ネギを炒める香ばしい匂いで食欲マシマシ、唾液多め。来ました、これです。これ赤黒いスープに細縮れ麺。見てるだけで脇汗唾液半端にっす。前回辛さ3だったので今回2にチャレンジ。あれ、1位食って豪語してたの誰だっけ？正直おじけづいた。だって誰もいないのよ、1頼む人。イケメン兄さんたちも作業服の兄さんたちもみんな3とか4なんだから。あ、ここんちの辛さ評価は5段階で、1が超激辛で5がそうでもないっていう、普通と逆バージョンになってるんだよね。そうそう。だよね。去年おじさんに言ったけど、普通のラーメンの3倍ぐらい時間かかったよね。すすれないから。すごかった。ティッシュさ、ワンボックス使ってたよね。まさかよ。ワンボックスはないわ。半ボックスは言っただろうけどね。美味しくいただける辛さは2が限界だと思うね。やっぱり。ジモティたちはほぼほぼ4だったね。やっぱし。お母さんにもよそ辛いよって念をされました。これはここでしか味わえないうま辛ラーメン。辛いながらにも辛いながらにも甘さがあって後を引くうまさなんだよね。これが青森で、いや東北で一番楽しみなラーメンですね。だ。 10. Hirosaki. Seijiro. こちらも通りすがりで見つけた系回転寿司屋。なんと棚ぼた猿も木から落ちる系、驚きのハイポテンシャル回転寿司さんでしたね。お値段も回転寿司史上最強級。日本最強級最強級。お値段も回転寿司史上最高級。高いことは高いけど、それに見合う見事な内容でしたね。レベル高いっす。負けるな北海道。マグロっすね。マグロだけじゃない、甘エビもイカも。だ、完全職人さんの手握りだし、ただこの値段だと誰が来るか問題は起こってくるかもね。そうね、平日だけどいい時間に満席になってなかったもんね。家族の誕生日とか特別な時よっていう感じのお値段。そこまで高くなくないし。まあでも中トロは躊躇しちゃうな。そんな、いくらだっけ792円。いくらはいくら。682円。イカはイカほど。297円。ハマチはJakai no Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Niigata Kaiwai des. Otanoshamini. See you soon. 知らない町来るとさ、はい、日本ってほんと地名読めないよね。読めない。ほぼほぼ読めない。不思議だね。日本人が読めないんだから変な国だぜ。はい、地名が読めないって困るよね。困る。ナビに目的地を言えないんだ。言えない。
最近音声でナビを設定するけれども、なんて読むかわからない問題がね。そうね。Google さんで検索してから読む。っていう不自由が生じており、変な国だぜ。おかしいよね。振り仮名が振ってあるじゃん、道路の看板に。その振り仮名はアルファベットなんだよね。そうですな。誰に優しい国なの？わかりません。やっぱアルファベットはさ、日本人だから読み慣れてないからちょっとゆっくりになるじゃん、読むのが。そうすると車で走ってると読み切る前に通り過ぎちゃうんだよね。そう。結果わからないままって。そう。なんて読むんだろうね。これ、弘前にこういう地名があるんだけどね。読めるかな？青女子。これ青名湖って言うんだってさ。なまってんだよ、地名が。青名湖。女子。いや、読めないでしょ。そしてさ、交差点の名前がよく書いてあって、例えば青名湖南橋っていう交差点があるとするじゃん、橋のすぐ隣に。そうするとその交差点の名前が書いてあるね。それに振り仮名に青名湖まではいいんだけど、その後南橋じゃなくてサウスブリッジとか急に英語になるんだよね。橋は必ずブリッジで書いてるね。なんでそこ直すかな。わかんない。青名湖だったらブルーガールじゃないでしょ。いや、外国人がタクシーに乗っててね、その標識を見て「Oh yes yes、青名湖サウスブリッジ please」って言っちゃうんだよ。タクシーのうんちゃんちんぷんかんぷんでしょ。はってなるよね。これ海外でも同じなんだけど、そのアルファベット、例えばタイのうんちゃんには英語でその英語で書いてある標識を読んで言っても、はっていう顔されるんだよね。そっか。タイの人はタイの言葉で。誰も得してないのこれ。誰が決めたんだろうね。変な標識っていうね。国土交通省に聞けばいいの。誰も得してないんでやめてほしい。看板作る人や。本当すごい色がある。そうだよ、日本人でさえ読めないのにさ。なんで？そして信濃川リバー、信濃川っていう川の看板の下に信濃川リバーだぜ。そうだ。なんじゃそりゃ。あれ爆笑したね。どうしてそんな看板になっちゃってるのかな。これね、何か誰か得するんでしょうかこれ。いや誰も得しないと思う。今後変えてった方がいいよね。不思議な国だ。誰が決めてんだろうね。そのウインカーとかさ、ハンドルとかさ、全部違うんだね。和製英語でもない。和製英語、完全に和製英語。